東京と比べたら金メダルを目指すっていうのは結構難しくなってるんですけど、いや本当に忙しかったね。私も自分の挑戦をする年にしたいなと思います。とりあえずでも何もなかったな。2024年明けましておめでとうございます。メイチです。ともわです。あきよです。池谷です。今日も YouTube 撮っていきたいと思います。イエイ。はい、いよいよですね2024年になったということで、今から2023年去年の振り返りと今年の抱負をみんなで話していきたいと思います。よしよし、やってみます。いやでも本当に早い。確かに本当に早かった。そう2024って言ったらそれこそトマさんのまあ大事な年でもあるし、一昨年やっぱ1年遅れたからすぐさまた次の選考とか、その選考に絡むための選考みたいなのがさ、始まっちゃってさ、やっぱずっと忙しかった。いやもう本当あっという間だったな。じゃあ早速振り返りやっていこうと思うんですけど、じゃあちょっと珍しくこっち側からいきますか。去年の池谷か。去年はそうだな、まあなんかワールドカップとかでもなんか大きい結果とかが出せなかったから、でも実力はこうタイムとかも伸びてきていて、その大会でなんかこう出せる範囲がどんどん広がっている感じがあるから、少しは成長できたのかなっていうふうに感じてます。あれアーテムに変えたのは去年。そうだね。ああ、じゃあ結構大きい変化だった。でも本当大会でのミスの減り方とか、タイムの安定感は見てても思ったな、リザルト。でもその池田のこの成長速度と世界のこの進む速度でいうとちょっとやっぱ遅れてるから、こうガツンと縮めてさらにこう抜かすじゃないけどそうしたいなと。成長曲線まで上げていかないと。そうだよね。本当に1年前とかだったら俺結構しばき回せる自信あるけど、やっぱりこうみんながこう進んでるからいいタイムのさ価値がどんどん変わってきてるよ。だからやっぱりこうギュッとね進めなきゃなって思ってますね。ちなみに私生活の方は私生活の方はあっという間で、どうだろう、ちょっと待ってよ。とりあえずでも何もなかったな。なんもない言うの今のこの日本の選考基準がその大会の30日前にその代表が選ばれて、今回はそのフル参戦しなくて国内にいる期間が長かったから、例えば折々のことだったりそういうところもなんかこう楽しめたかなって思ってます。それがプライベート。それがプライベート。プライベートか。プライベートもクライミングじゃないあまりにもクライミングすぎる。プライベート何人の女の子とデートしました？デートしてないね。してない。寂しいな。どっか行ったとか？コメント欄でちょっと池谷とデートしてくれる人募集中です。プライベートはまああんまちょっと今思い出せないから。プライベートでそのデートスポットでもなんか観光地みたいな、旅行とか旅行なんか温泉でも何でもいい。思い出イメージ全くないわ。いやそれないからさ。池田くんなんかインスタ投稿結構してたイメージある。ああ確かに確かになんかセットしてバズってた。セットのクライミングやな。それもクライミングなんだよな。確かに。イメージね、去年のイメージ。セットの投稿をしてそうだな、バズったのもあったり。去年一番バズったのはスケート。靴下？スリッパじゃないですか。そう靴下グライディングね。そんな感じか。はい。クライミングに身を捧げた1年です。じゃあ次秋代。はい、私はまあなんと言っても去年はまあ妊娠出産して、まず5月までずっと妊婦だったから、なんかクライミングがっつり頑張るっていうよりも、まあ、ちょっとお腹を隠しながら仕事したりとか、安全に登ったりとかは5月までしてて、でその後まあ子供ができて、でももう8月にはトモアの世界選手権があったから、子供生まれてすぐにもう親に預けて応援行って確かに。でそこで、まあ、内定決まって、その後くらいからかな、ぼちぼち登り始めたり、まあ、岩場にも行けたり、でお仕事も7月から復帰して日常生活というかいつも通りのそのクライミングとかお仕事に復帰するみたいな1年だったかな。にしてもクライミング戻ってくるの早すぎるけど、強さが。いや強さは全然戻ってないけど、でもなんかとりあえずまた登れて岩場に行けるようになったりとか、いつも通りお仕事できるようになったりとかがすぐにできたからよかったかな。なんか体型戻るのとかも早かったもんね。体重とか体型もすぐ戻ったし、まあ筋肉はだいぶ落ちたけど、でもだいぶ10キロぐらい変わったでしょ。12キロ。俺思うのがさ、その姉もこう出産をこれ間近で見て、明夫さん仕事しすぎじゃねえと思って今普通ゆっくりするもん。普通半年とか1年くらいはみんな育休とか取るからね。すげえと思って。
人間じゃなかった。超人だったの。あ、今日先生でした。家に入れない人でした。おお。なんかママになって変わったこととかないですか？ママになって変わったこと？いや、なんか娘の成長がもう可愛すぎて目に入れても痛くないみたいなさ、言うじゃん。俺痛くない。目に入れてる？入れてる、毎日。やっぱり考えることはすごい多くなったかな。今までは自分のことばっかりだったけど、自分のこととトモアのこと考えてたのが、今度自分のこととトモアのことと、子供のことと、あと子供をなんか預かってくれる親のこととか、仕事のこととか、なんかいろんな本当にバランスを取るのがすごい難しいなって感じてます。いろんな顔が増えたって感じで。さすがに娘いるからちょっとこういうのやんない方がいいなとか、こういう言葉遣いやばいなみたいな、まだない。さすがに。まだないかな。まだ喋れないし。ちょっと意識する。でもやっぱり行動とか。行動とか意識する。なんかそうなるんだ。やっぱり表情とか、ずっとなんか子供の前ではやっぱりなるべく笑顔でいた方がいいとか、そう絶対そうね。あとはなんか怒り口調とか、なんかそういうのもなんか結構伝わっちゃうから良くないなとか、気にするよね。ママになってんだよな。信じらんないな、競技やってた時から見て。信じられない？信じられない。いい意味で、いい意味で。いい意味でね。はい。じゃあメイチさん。去年はどうだろうな。僕としてはすごい忙しかったな。まあまあそうだね。一昨年から遡ってしまうんですけど、一昨年ちょっと指怪我して、2023年はボルダーにのみ絞って頑張るみたいなイメージで、前半のみ頑張ろうと思ってたんですけど、すごいありがたいことにいろんな選考とかに出させてもらえて、2月から始まって3月だけ大会なかったけど、もうそこから4月から11月までも毎月絶対1回以上大会があって、いや本当に忙しかった。今年一番というか、まあ大きな目標だったオリンピックはダメだったんですけど、年間ランキング10位以内に入るとか、ワールドカップの表彰台に乗るとか、もともと立てていた目標っていうのは達成できたんで、すごい成長を実感した1年だったなと思います。後半ちょっと失速した感はやっぱあるけど、なんかボルダーでめちゃめちゃ成績が出た年だったなっていう印象だな。PGC もそうだし、ワールドカップの表彰台もそうだし、年間もそうだし、なんかコンバインでもボルダーはなんか常に安定してすごいパフォーマンス高かったなっていうイメージ。何が良かった？何が違った？今までの楢崎メイチ。いやでもやっぱモチベーションな気がする。ボルダーを頑張りたいって気持ちで、今まではさ2種を常にやり続けていたのに対して、前3種だったしね。前は3種だったのが1種になったことによって、やっぱ中途半端なことはできないなっていうので、あと今年全然ダメだったらもうやめようかなっていう、競技的にね。そうなんだ。ただやっぱ思ってたよりは出なかったな、結果が。コンマになってからやっぱりボルダーもパフォーマンス下がってしまって、そういう感じですかね、去年は。プライベート？プライベートか。引っ越した。引っ越した。去年引っ越した？あとダーツしたり。ダーツ始めました。そうなの？いや釣り始めあた。いろいろちょっと始めた。確かにいろいろ。確かに大会と大会の合間に常に何かしらして遊んでた気がする。練習はしてました。それは知ってる。もちろんね、もちろんね。趣味が増えた。そう、今言うと、朝釣り行って練習して夜中釣り行くっていう。おお。いいな。超ハードで。超ハード。ハードかよくわかんないけどね。僕のプライベートってなんだろうね。犬がなんとかとかさ。犬が大人になったの。で、3歳ちょいになって、なんかすごいおとなしくなってきた気がする。家出る時とかもなんか、うい、いってらっしゃい。またねみたいな。またねみたいな感じ自分で行かないで。だからまあお出迎えはしてくれるけど、大人になったなっていうぐらいかな。僕はやっぱ一番はもうパリオリンピックのチケットをゲットしたこと。おめでとう。あれです。が本当にあるよな、あそこに。ある。まあ本当に去年の最大の目標だったし、でなんかボルダーのシーズンとかは前半戦の方はだいぶ調子が良かったんだけど、後半のそのヨーロッパ3連戦とかは全然調子が上がんなくて、でその状態でもう世界選手権始まっちゃったみたいな感じだったから、もうすごいプレッシャーがすごかったし、もう最後の最後までもう分かんないなっていう感じがあったから、そこで決められたっていう、まあ、気持ちの強さというか、がやっぱり自分の中では良かった部分、本当にすごいかな。なんかね、ボルダーもなんかいい感じだなっていうのがあっても、こう試合中にうまく課題と噛み合わないみたいなことが多くて、でそこの修正にすごい時間かかっちゃったから、そこは去年もったいなかったとこだなと思ったし、あとは課題の傾向がちょっと変わってきて、ボルダーとかは結構それぞれの技術がちゃんとできてないと登れないような課題が増えたりとか、ご了承が効かないよね。聞きづらくなっちゃったから、まあだから結構ランキングも結構上下したりとかしてるんだけど、だからそこをね意識してこの2023年冬はね練習してた。でプライベートで言うとやっぱりまあ秋夫と一緒だけど子供が生まれた、パパしすぎなんだよっていうのはある確かにね。もう完全にパパの顔だもん。クライミング練習終わった瞬間。だからそこは大きかったな俺にとって。でなんか俺子供正直そんなにめっちゃ好きじゃなかった。でもなんか猫の方が可愛い
デレデレだもんいやね。デレデレすぎるだろ。抱っこが似合うんよ。あんまそのともくんのパパとかあんま想像できないなとか思ってたけど、みんな想像できないかも。あんまり。ね、結構可愛がってます実は。だからその遊びに行かせてもらった時とかにその赤ちゃんにデレデレな2人を見るのが結構楽しくていいな。いやまあ人には見せられない。大学のところもさ、同じ年に生まれたからなんかちょっと似てるよね。あー感じますね。親じゃないけどおじさん。もうなんかもうずっとこうやってカメラロールが赤ちゃん。確かに今年親になった2人とおじさんになった2人。そうだ。だってトンがオフの日とか登らないのに子供抱っこしてういーってきたり。だから本当になんか明るくなった家が、うん明るくなってすごい良かった。まあちょっとゲームとかはちょっと減ったりしたけど、ネットアウトじゃないとできないから。してますしてます。あれああしてるらしい。あれあれ減ってます。減ってるね。減ってるなくはない。減ってます。子供が寝てからゲームしてる。でもね楽しいうん1年だったかな。ぎっしりだね。みんなね、うん。ね、プレッシャーもすごいあったけど、それ戦えたのも良かったし。いや去年のトム君すごかったなやっぱ、はいあのオリンピック世界選手権はちょっと忘れられない、うん。いやあの場で決めたの良かった。いやあれやばいよねきつかった。まあ今までにない展開で。いやそう、まあシーズンがきつかった、あそこまできつくて結構いいままそう決めてくってスタイルが多か自った。俺は。信があって。逃げ切りスタイルねそうそうそう。もう俺このぐらいで世界しかない。ずっと言ってたしね、なんか直前までなんか自信がない状態で勝てたことないみたいまあだから成長ですね。心素晴らしい。パパになったからかなそういうこと。うん、そうかもしれない。いや守るものが増えたから一つ、まあ2023年そういう感じですかね。はい。じゃあ2024年の抱負どうするの？書いたりする？書いてじゃあデデンみたいな感じで。 2024年の抱負せーの。メイシさんは？継続と応援。おお。映画のタイトルみたいな。すごいなんかはい、深い感じだね。おいいなはい。はい、まあ、継続っていうのはもともと結構僕1シーズン頑張ると次の年ちょっと良くないっていうことが多くておーやっぱこう疲れちゃったりとか今年はどうし続けるっていうのと、まあなんたってパーリーなんでパーリーみたいな。パーリーなんでパーリーやっぱ応援させていただこうかなと全力で。僕はもう金メダルを目指してます。まあ正直言うと東京と比べたら金メダルを目指すっていうのは結構難しくなってるんですけど、フォーマットが変わって、でもやっぱり今もうその挑戦がすごい楽しみなんで頑張りたいと思います。私は挑戦ですね。挑戦？やっぱり去年はまあ妊娠出産だったりトマの世界選手権だったりで全然自分のクライミングとか挑戦するっていう時間がなかったので、今年はまあ子供も保育園に行き始めたりとか、まあトマのシーズンが8月でまあ一区切りついたりとかすると思うんで、私も自分の挑戦をする年にしたいなと思います。バーデン一緒にやる。ハードル高い、ハードル高いね挑戦だな。高い。はい。じゃあ池田さんは？いっぱい文字書いてあったな。4秒台とワールドカップメダルって書いてあるんですけど、おー、まあそうですいいねね。しっかりまず4秒台、具体的でいいねすごい。ワールドカップでしっかりこうメダルをまあもう取りたい。メダルを取ってね、まあ金って言いたいんですけど、まあ金メダルの難しさはやっぱりそのまあ肌で感じてるし、まあしっかりまあメダルを取って持って帰ってきたいなと思います。お願いします。ちなみに4秒台はいくつぐらいが理想？まずしれっと 4.9 でまずぬるっと入ってまず入って多分 4.9、4.8 でこの世界で相当差あるよね。結構差が入るから、まあ俺は48だけどねみたいな感じでちょっと言いたくない 4.9 の前半と後半でだいぶ違う。だいぶ違うね。そこもまあ別物だよねもう今。全然違うし、前半の6秒と5秒全然ぐらい違うか。 6秒台ともうそれぐらい違うんじゃない5秒台今はうんそうだよね。でも来年本当に4秒台の選手がすごい増える増えそうだね。から絶対に確実にそこは増えるだろうね。うん今世界何人なの？今8ぐらいかな、8か9ぐらい出てる。そんないるの？公式で出してる人が。公式はちょっと待って、6は出てる。いいね、そこに入れたら熱いハードですね。うん。だいぶハードな目標だけど。はい、こんな感じでクライミングの目標でした。はい。じゃあ次はプライベート。プライベートか、むずっ。金持ちになる。ちょっと待って金持ちになる。じゃあいきます。じゃあプライベート目標一人ずつ。せーの。はい。行きたいところに行く。僕は子供といろんなとこに行きたい。私は子供が1歳になったら普通にご飯食べれるようになるので、おー料理を頑張ります。大事おー、いい流れ、いい流れ。いい流れ。池田はですね、彼女を見つけ。次は今年 YouTube でやりたいこととか。おー、いいね。まあやりたいこととか目標でもいい。企画とか。うん。いきます。
僕は全国のジム遠征企画やりたいですね。ああやりたい。500件とか500件はやばすぎる。全部のジムまあ目標はさ、超まあ来年でやるとかじゃないけど、最終的に47行きたい。ああ間違いないわ。ダーツの旅みたいな。それだ、それいいじゃん。ルーレットで刺した剣のジムに行く。さしてジムジムルーレット入れるからダーツ始めたやりたいね。確かに狙ったあそれいいな。塗りつぶしていくからね。でまあそのジム行ってメンバーは自由だけど、例えば僕とともくんになったらちょっと全巻して帰ると、道場破り的なで課題1本用意してどうすんの荻窪だったらドッキリで行ってバレるか検証する。おお変装してね。うわそれいいねでもさちょっと趣旨変わっちゃうともし仮にさすごいさローカルなところでさ、お客さん2人みたいなところでさそれはそれ並走で行ったらさそれはそれでまたでもまあやっぱいろんな地域のジムといろんな場所のジム行ってやっぱグレード感とかいろいろ話せたらいいなみたいな。確かにいいね。いいです。はい、ちょっと面白そう。僕真剣なクライミング、リアルなクライミングの動画をもっと出していきたいですね。ガチな方ね。なんか今結構ポップな動画が多くなってると思うんですけど、そうなっちゃうね。撮影者が自分たちでやってるとさ、そやっぱ集中しづらいというか、うトレーニング中は動画が回せません。そうだからなんかちょっとその辺も考えて、うんなんかよりこうプロクライマーとしてかっこいい姿をうんもっと発信できたらなとは確かにね。思います。ほんとね欠点があって、ここにいる人って全員ガチのクライマーじゃん、ガチのクライマーで集まって撮影するよって言ってもその人も登り始めるの大体もう撮影進まないそうだね。ガチな池台とかね。かっこいいとこをちょっとあれそうガチでガチな池田ってあんまだってガチ台とか見たことないでしょみんな知らないからね。ガチ台俺惚れちゃうよ。離れできちゃう。できちゃうできちゃう。よよ。はい、じゃあ秋代さん。ちょっと大変っていうかスケール大きいんですけど、あ海外の岩。ああまあでもそうね。ヨーロッパとかアメリカとかだとちょっとハードル高いから、まずはなんかアジアの岩とか、インドだインド。オーストラリアは下だオーけど。ストラリア、時差ないなんかみんなで確かに。海外の旅と岩の Vlog みたいなのいいね撮りたい。やっぱ僕はトム君のバーデンが見たいけどね。おお。これみんなでまあバーでみんなで。みんなでバーデン行くの。みんなで。つらっ。俺海外バーでスウェスウーデン。ェーデンのノルウェーだっけノルウェー違うあ違うどこだっけ？まあまあノルウェーとかその辺です。海外は行ったことないから行きたい。ショップ行きたいけどね。いや僕はちなみにあそこ行きたいよ。アフリカ。サウジアラビアじゃなくてアフリカか。いいですか？は池台はですね、1万円企画をやりたいなと。い。ずっと言ってるね。ずーっと言ってるやつ。それはすぐできる。いけるいける。それとあと銀の盾ですね。これはそれ大事。はい今年取っちゃいましょう。あと4万人。去年行く予定だったけど、ねなんか動画全然出せなかった。そう忙しくて。いや去年は忙しかったなみんな。じゃあこんな感じで今回は去年の振り返りと今年の抱負だったり、YouTube の目標だったりいろいろ話していきました。やっぱ4人で集まると楽しいね。いいね、うん明るくなる。うん。今年はね、まあ本当に俺はもうオリンピックがあって、うんそれにフォーカスしてやろうっていうつもりだし、でメイチもボルダーだったり池田のスピードの記録だったり、みんな目標があるから頑張っていきたいと思います。今年も引き続き応援よろしくお願いします。お願いします。ます。じゃあね。じゃあねー。頑張ります。頑張ります。